これで牛肉と大根のスープの完成です。韓国料理名ではソゴギムックと言います。今回は韓国包丁を使って韓国料理にチャレンジしたいと思います。まずこの韓国包丁ですが、ハングル語の刻印があります。本物の韓国包丁です。口金も独特な鍛冶大工ですかね。まず日本では見られない包丁です。数年前オークションで競り落としました。実際にこの包丁が韓国料理に向いているのか試してみたいと思います。まず材料からですが、牛肉、大根、青ネギでニンニク、今回は白菜も入れてみたいと思います。まず白菜から切っていきたいと思います。包丁の入りがなんか違います。和包丁とは全然違います。丸いので、このスラッガン包丁っていうんですかね、こういう形。ちょっと慣れるまでコツがいりますね、使い方。次に大根を切ります。この大根の場合は包丁の入りがそんなに難しくないですね。あと問題はこれでかつらむきができるかどうかです。ちょっとなんか怖いですね。でもできないことないですね、これでも。ちょっとでも怖いですね。なんか和包丁とは違いますね。丸みを帯びてるので刃全体にちょっとなんかやりにくいですね。まあ慣れたらこれも使えると。おっと危ない。最後に根っこのかつらむきします。これちょっと三角形なので難しいかもしれません。ちょっと怖いですね。なんか刃がやっぱり丸みを帯びてるので、おっと危ない。ちょっと危なっかしいですね。皮をむいたので次に短冊切りにしたいと思います。これはスムーズにいきます。でもちょっとなんか入り方が違うので違和感があります。なんか使いにくいといえば使いにくいですね。慣れたら多分使えると思うんですが、でも本来これが韓国包丁に適した形なのか、慣れるとやっぱり使いやすいのか。次は青ネギを切りたいと思います。まずはこれさらに半分でそれをちょっと切りにくいですね。こうかな。でこれをさらに半分、これもさらに半分、
丸みを帯びてるので、切るときにそうですね、引くっていうよりもちょっと違いますね、和包丁とは。でも慣れたらこれも使いやすいと思います。次は牛肉を食べやすい大きさに切りたいと思います。切れることはちょっと切り具合がなんか和包丁とは違いますね。でも切れないことはないです。いやでもこれ切りやすいのかな、ひょっとしたら。牛肉を切るのはこれ適してるかもしれません。これで韓国包丁にいる作業はもう終了したいと思います。今から調理に入ります。まずはフライパンで塩を使う分より少し多めに焼いておきます。ごま油を入れました。これで牛肉を炒めたいと思います。炒めてみます。軽く火が通るまで炒めたら、それで肉はもう肉の炒めは終了したいと思います。最終的にはこの肉は野菜と一緒に煮込みますんで、次に大根と白菜の芯の部分を入れます。一緒に炒めます。炒めてる間にだしを作りたいと思います。肉からもだしが出るので、だいたい10分の1程度に、水に対して10分の1程度にしたいと思います。炒めているとこちらからも汁が結構水分が出ます。次に長ネギと白菜の柔らかい部分を入れます。
まあまあ水分が出てすき焼きのようになってます。削り節をすぐい取ります。次にすりおろし肉。だいぶ炒まったのでこの辺でだしを入れたいと思います。ここからしばらく煮込んでいきます。少しずつ塩を加えて味を調節します。塩油も少し入れたいと思います。だいたいまずはお玉半分ぐらい。完成しましたが、味が少し物足りなかったので今回もこのだしだを少し加えました。これで牛肉と大根のスープの完成です。韓国料理名ではソゴギムックと言います。ではこれで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。